こんばんは、コモフ動産モフです。今日はですね、マネーフォワードさんの提供で、まだ間に合う確定申告、株の損失などはしっかりですね、確定申告しておきましょうということについて解説していきたいと思います。まだですね、今年ちょっと特例で4月16日までですね、確定申告ができるようになってます。なので、まだ間に合うってことでですね、確定申告しっかりやっておかないと、損する人とかですね、やらない人とか確定申告しないと大変なことあるので、ぜひですね、最後まで見てみてください。で、今日なんですけども、確定申告が必要な人ですね、これやらなきゃいけないよっていうことと、あと実際にお得な方ですね、こういうことは絶対やっといた方が得だよっていう人と、あとは僕自身ね、確定申告、法人今5期目で今度6期になるんですけれども、法人とね、個人確定申告ずっと5、6年やってきてるんで、そういった体験談ですね、どういうことを気をつけなきゃいけないか、そういうのを含めて、わかりやすく解説していきたいと思います。で、まず税金に対してなんですけど、基本ね、しっかり払いましょうっていうことで、国民のですね、義務なので、納税はですね、ちゃんとやらなきゃいけないと。で、僕自身、サラリーマンやりながら、不動産投資とか株式投資、ブログ、YouTube とか、副業やっていたので、もちろんですね、ちゃんと確定申告やって税金を申請してきました。結構ね、払ってます。節税しすぎると、決算書悪くなって不動産投資で不利になるんですよね。なるべく適切なところで税金払っていくっていうのはですね、不動産投資大切なんですけども、そういった中で税金との戦いなので、しっかりね、税金については抑えなきゃいけないんですよと。で、法人も設立して、適切にですね、法人で利益を出してですね、個人と法人、税制違うので、そういったことをやりながらですね、うまいことをやってきてますと。で、細かいことはですね、税務署とか、税理士さんに聞いていただいて、僕自身経営者として、こういう株とかね、確定申告どう考えているかっていうことについて説明していきます。では、まず確定申告って何ってことなんですけれども、1月1日からですね、12月31日までの1年間で、その経費とかですね、その収入とか、それを、計算して、所得税をですね、こう納めて、それを申告して所得税を納めるっていう風になっている手続きのことですね。なので、基本やらなきゃいけない人もいるし、必ずやらなきゃいけない人、これ頭の人はやらなきゃいけないですし、で、やったらお得な人。これやらなきゃ損なので、税金は返ってくるですね。基本取られるだけ取られて、やらなかったら返ってこないっていう制度なので、日本は。正しく知っといた方がいいっていうので、今日これ説明していきます。まず、必要な人、どんな人なのっていうところで、基本的にですね、まず個人事業主とかフリーランスの人は、確定申告ですね、ほぼ必要だと思います。収益あるっていうことになるので、確定申告をして、それでですね、税金を納める。会社に働いてるとですね、源泉徴収ってやってもらってるようなものを、個人事業主とかフリーランスはちゃんと計算して、やるっていうことが必要だったりします。で、あとは副業していて、20万円以上の、超える利益とかある場合は、確定申告をして、しないといけないですよと。あと2箇所からですね、給料を支給されていて、それが20万円超える場合ですね、とかは、必要らしいですね。あと、親族の会社とかからですね、利子とか賃料を受け取る場合も対象になるようです。で、さらに、これあんまりないと思うんですけど、給料が2000万円超えてると確定申告必要なみたいです。なのでこういうですね、結構ブログとか、もう個人事業主の人はね、これ全部知ってると思うんですけれども、当てはまる人はちゃんとやりましょうねっていうことですね。こっちよりか、これはね、やってる人の方が多いと思うんですけど、必要な人は。むしろこっちですね、確定申告してお得な人っていうのがいるんで、これね、ぜひね、対象の人はやっといた方がいいんですけども、医療費が年間10万円超えた場合はですね、その、超えた分がですね、控除されるんで、確定申告しといた方がお得ですね。なので、いろんなですね、大きな入院したよとか、医療費かかっちゃったよっていう方は、やっといた方が税金が返ってきますね。あと、初めて住宅ローン減税を受けるときは、一回確定申告ですね、税務署行ってやらなきゃいけなかったりとかします。あと、中途退社で年末調整受けてないとかですね。あとは、台風とかで自然災害で被災して資産に損害を受けた場合とか、あと、ふるさと納税とかね、寄付した場合も、得になるみたいなので、こういった方はですね、やるとすごいお得になるそうです。あと、これね、ちょっと特に詳しくしたいのは、株とか FX で損失出している場合はですね、しといた方がいいです。特に今年損出したりとかした人はですね、来年、確定申告しといた方が絶対いいんで、損出した人はこれ、やっといてください。で、株のね、損益通算とか言ったりするんですけども、これ何かっていうと、損を出した場合、それ来年キャンセルしたりとかできるんですよね。例えば、2019年に100万円ですね、損したとしましょうと。で、それをですね、確定申告して、100万円損しましたよって、税務署に出すんですよね。私損しましたって。そうすると、覚えておいてくれてですね、翌年、例えば今年で2020年に200万円儲かったとしましょうと。そうした場合に、去年のこの100万円損してるから、これ100万円
の利益からですね、この100万円をですね、相殺ですることができます。なので、大きな損出した人はですね、ちょっと、忘れされたい気持ちあるかもしれないんですけども、出しておいたら取り返した時にですね、戻ってくるっていうことですね。で、もし200万円儲かったとしたら、利益がね、本当は200万円かかるんで、20% の税率で40万円かかってしまうところが、200万円から100万円引くので、100万円にだいたい 20%、本当はちょっと違うんですけど、20%、約 20% かかって、で、20万円の税金になるので、20万ぐらいですね、得するっていうことですね。なので、もし大きな損を出した場合に、出しとくと、これすごいいいです。で、注意点としては、3年間繰り越せるので、途中で確定申告忘れちゃうとですね、消えちゃうのですね、これ継続しないといけないです。なので取引してなくても、確定申告はやっておくと、引き継がれる感じになりますので、株でね、大きく負けたよって人は、ぜひやっといてもらえると、ラッキーっていうことで儲かった、株で儲かったっていう時に、税金がですね、キャンセルされるっていうことがあります。じゃあ僕自身ね、確定申告どうだったかっていうと、あんまりね、いい思い出はないんですけれども、基本大変な思いしかしないですね。初めて確定申告自分でやった時はですね、2011年に家を買った時にですね、それで住宅ローン減税で確定申告をしました。で、その時はね、全然もう訳がわからなかったので、それはもう税務署に行ってですね、確定申告コーナーみたいなのがあって、特設で、土日にやってるところもあったりとかしたので、そういったところにると、ですね、優しい係員さんみたいなね、税理士さんとかもいっぱいいらっしゃって、こう書くといいんだよとかね、確か源泉徴収書、いろいろ持って行ってですね、あとローンの明細とか持って行ったら、すごい教えてくれてですね、それでなんとか申告できましたと。で、2年目からね、やらなくてよかったんですけれども、ただその後もですね、株で損を出した年とかは、東日本大震災とかね、そういうので出した時は、普通にですね、確定申告して、株のですね、繰り上げっていうか、総裁のやつをやったりとかしてました。で、その後ね、不動産投資始めた時に、2014年にですね、不動産買ったので、もうその時にね、税金やっぱちゃんとやってないと怖いので、税理士さんにですね、依頼して、契約しましたと。なので、自分自身で記帳するっていうか、記入してですね、確定申告は税理士さんにやってもらうみたいな、そういう契約していたので、まず自分でですね、会計ソフトを買ってですね、2、3万ぐらいしたかな、複式簿記っていうのをね、挑戦しました。でも複式簿記自体は知ってるんですけども、なかなかね、家賃とか経費とか領収書とか入力が結構大変なんですよね。で、借り方とか貸し方とかね、もうわけわかんないのも発狂しながらね、いろいろ税理士さんに聞いたりとかしてね、丁寧に教えていただいたんですけども、結構やっぱヘビーですね。難しい、バランスシートとか知ってるのと入力するのとちょっと違う感じがしますね。もうわけがわからないっていうね。で、それからですね、心折れて、今ではもう税理士さんに全部入力してもらってます。2年前ぐらいかな。でも税理士さんもね、いくらぐらいかかるかって、人によったりとかするんですけども、安くてやっぱ、個人だと10万円ぐらいがやってくれるとこもあったりとかするし、高くてやっぱ30万、40万とかするとこもあるので、ボリュームとか内容によったりとか、その専門家とかね、それによって全然違ったりするんで、一概にね、税理士さんもバラバラなんですけども、そんな感じで自分はやってました。で、最近ね、困ってることとしては、やっぱね、入力してもらってるんで、通帳の写真とかを撮ってね、送ったりとかして、それを、ソフトにですね、入れてもらったりとか、領収書まとめて送ったりとか郵送したりとかですね、結構リアルタイムにですね、経費どうなってんのとかわからないので、PL っていう、損益計算書とかですね、バランスシートっていう貸借対照表とか、それがね、タイムリーどうなってるかちょっとわからないなっていうんで、結構経費とか税金計算しにくいなっていうのは若干困ってますね。キャッシュフローってお金の流れはね、出ていくのと、入ってくるのを引き算すれば出るのでわかるんですけども、なので3ヶ月に1回ぐらい、こと郵送したりとかしてるんで、現状把握してる感じで、もうちょっとね、タイムに分かるといいなってね、これからちょっとそういうの、規模が大きくなってくると、リアルタイムに見たいなとかっていう風に思ったりしてるところではちょうどありますね。ただ今のところは、このままで今後ちょっと検討中です。そういった感じでですね、今回マネーフォワードクラウドっていうのがありまして、今回紹介します。で、マネーフォワードクラウドなんですけれども、クラウドね、会計系でまず超大手のところで、みんな知ってる方もすごい多いんじゃないですかね。もう上場されてる企業で、会計ソフトのクラウド版で言うともう、すごい有名なところですね。で、何がいいかっていうと、通帳とかクレジットカードとかの、連動してですね、取り込んでくれるので、もういちいち、会計ソフトが入れなくていいっていうのが、むちゃくちゃ売りですね。その辺はすごいいいなと思ったりします。で、あと、自動で、仕分けてくれるっていうのがあって、一回登録しておくと、AI で勝手にやってくれるらしいですね。自分自身これね、まだ使ってないんですけれども、いろいろ結構いい評判は聞いたりするんで、今結構勢力っていうかね、シェアを伸ばしてるところですね。
で、家計簿アプリとかでね、そういうのも連動して資産状況を簡単に把握できたりとか、結構ですね、高性能ですと。で、クラウドなので、スマホからでもね、アクセス可能ですってことで、自分もね、ちょっとデモ画面見てみたんですけども、こういうなんか月次収入、月いくら収入出るよとかね、こういうのもパッとグラフ出たりとか、あと費用、これね、すげえ欲しいんですよね、費用。リアルタイムに費用がわかるっていうのね、なので、どれぐらいこの月これぐらい費用使ったとかね、そういうのも出したりできるんで、それ結構いいなと思ったりしてます。あと、キャッシュフロー、お金のね、デイリーどれぐらいプラスとマイナスかって収支計算もね、こうやってくれるので、それはね、連動してリアルタイムに出るんだったらすげえいいなっていうふうに思ったりしてます。で、これはね、すげえ欲しいですね。バランスシートリアルタイムで見たいなって言って、この、貸借対照表ですね。バランスシート、自己資本比率どれぐらいかとか、結構銀行とかにね、こういうの出したりするんで、これがリアルタイムにわかるのはいいなとかってちょっと思ったりとかします。結構ね、収入、出たり入ったりすると、結構これも変わったりするんで、あと PL っていうね、そういう計算書も、これデモ画面なんですけども、こういう風に出てくるので、こういうのもね、リアルタイムで出る分にはいいかなと思ったりして、今後ちょっとこういうのもね、考えていかなきゃ、人が増えたりとか、給与振込とか入ってくるとですね、大変になるなと思って、ちょっと考え中ですね。で、今こういうの、やってみたいよって方は、ぜひですね、今 ebook って無料登録すると、プレゼントしているそうなので、結構無料でもかなり使えるみたいで、50件までは普通に仕分けの登録とかできるので、それであれば、CSV で出力はできないみたいなんですけども、確定申告することもできるみたいで、一回使い勝手を試してみるとかね、興味あれば、普通にこの本も、見たんですけども、確定申告について、かなり図解が含まれてて分かりやすくまとまってたんで、興味あればですね、ぜひ見てみてもいいかなと思います。登録してみるともらえるので、あと詳細欄にですね、無料で何ができるかとか書いてあるんで気になる人は見てみてください。あと有料版もですね、なんかキャンペーンやってて、パーソナルライトとかだとなんか年間5000円ぐらいで使えるそうなので、結構安いなっていうその気はしますね。1年目だけなのかもしれないですけども、年額1万ぐらいであれば、普通に確定申告するんであれば、ツール買ってもいいかもしれないし、こういう有料でやってもいいのかなっていう選択肢の一つとしては全然入ってくるかなっていうのが印象ですね。で、こういう、普通に確定申告書の作成とか銀行クレジットの自動取り込みとか、いろいろできるので、ぜひ興味ある人は見てみてください。じゃあデメリット何かっていうとですね、いろいろちょっと聞いてみたんですけども、月額費用がかかりますと。なので、月額なので月かかると。でもさっきだと月額1万とか5000円とかなので、普通に会計ソフトをね、買っても、お金やっぱ2、3万ぐらいかかるんで、そんな変わらんかなって感じはしますね。で、僕も最初会計ソフトを1回買えば終わりだと思うんですけども、2017年版とか2018年版とかね、2019年版とか、なんか2年に1回ぐらいなんか買わなきゃいけないですよ。なんか税制が変わったりとか、例えば大きな変更で言うと消費税変わったりとか、だからね、買い切りで買っときゃいいじゃんって思ってたんですけども、毎年ね、なんか変えなきゃいけない、アップグレードしなきゃいけないとかで、そんなね、そういうクラウドとあんま変わらんなっていう感じはしますね。で、あとちょっと重いっていうか、ウェブなので通信があるから、入力がちょっと重いっていう、プロの人ですね、税理士さんとかそういうこと言ってる人は見かけましたね。でも普通に、フリーランサーとかがパパッとなんか自動で仕分けして入れるとかであれば、多分全然、問題ないレベルだと思います。これはもう本当、プロ向けっていう、プロの人はそういうこと言ってる人がいたよっていうレベルですね。あと別にデメリットとかなさそうなので、一回使ってみて使いやすそうだったら登録もありかなと思ってます。ということで、まとめなんですけれども、確定申告ですね、必要な人はやりましょうっていうことと、あと、確定申告すればですね、税金戻る人がいるんで、しっかりですね、税金、正しく申告してですね、返ってくるものはもらっておきましょうと。で、必須な人はちゃんとやりましょうと。で、経費の取り込みとか、めんどくさいんで、僕はもう税理士さんに丸投げしたけど、それでもやっぱり領収書を送ったりとかね、郵送してとか、レターパックでどうこうとかね、こんなの送るのだるいから、なんかクラウド行きたいなってちょっと思ってますね。なので、最初からこういうクラウド対応しているところに依頼したりとかね、そうすると楽になったりもするのかなとか思ったりとかしてます。で、今、マネーフォワードなのね、全然、自動で取り込みできるんで、これから、やりたいなとか、確定申告考えてる人はちょっと入れてみてもいいのかなと思ったりとかしてます。普通にね、銀行口座とかパパッと取り込んだりとかできるので、それはすごいいいかなと思ってます。であと、無料登録で、ebook がですね、もらえるみたいなので、ぜひですね、見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価だけ嬉しいです。またですね、いつもコメント、高評価、本当にありがとうございます。役に立ったらですね、チャンネル登録、コメントいただけるとすごい嬉しいです。あと役に立ったら SNS とかでシェアしていただけると喜びます。またですね、Twitter やってますんで、よかったら登録してください。あと Facebook とね、あと最近 Instagram やってるんで、よかったら見てみてください。それどうもありがとうございました。ウェイ。髪切りました。イェイ。